はいどうも、ホルモン島田チャンネルのぶっちゃ島田です。今回は目には目を、歯には歯を作戦です。熟成中に肉にカビが生えてくるので、初めから菌でコーティングします。パン作りに欠かせないドライイーストを使ってお肉を熟成させます。酵母を付着させることで肉の旨味が増すはずです。それでは早速やっていきましょう。今日はこのお肉を使って熟成肉を作ります。ちなみに皆さん、牛肉がなんで赤いかご存知ですか？赤さの正体はミオグロビンという筋肉色素です。血の色で赤いわけじゃないんです。このミオグロビンは鉄分を含んでいて、空気に触れることで酸化してオキシミオグロビンに変化し、明るい赤色になります。牛肉本来の色は暗赤色で少し黒みがかった赤色をしています。お肉が重なっている部分が黒っぽいのはそのためです。そしてこれが今回の相棒、ドライイーストです。ドライイーストとはパン作りなどに使用する酵母のことで、パン作りに適した酵母のみを凝縮した酵母です。ドライイーストはぬるま湯で予備発酵させるものもありますが、このドライイーストは予備発酵不要なので、このままお肉にコーティングします。実はというと、先日パンを作ったのですが、ドライイーストが余ったので、ふとこれを思いつきました。今回熟成肉に使ってしまおうと思いましたが、足りなそうなので逆に買い足しちゃいました。この酵母を使うことで発酵が進み、肉の旨味が増す、肉が柔らかくなる、脱水効果で肉が乾燥し腐らない、きっとこんな感じの利点があると考えています。熟成というよりは菌を利用するので発酵ですね。発酵熟成肉を作ります。なんかきな粉みたいな感じで結構綺麗に覆うことができました。それでは冷蔵庫に入れて1ヶ月待ちましょう。もしかしたらパンみたいに膨らんでるかもしれませんね。楽しみです。あれ、膨らむどころか一回り小さくなった感じがあります。調べてみると、ドライイーストはパン生地に含まれる糖を分解して炭酸ガスを発生させて膨らむそうです。このお肉は糖がほとんどないので膨らむことはないみたいです。ドライイーストも触った感じはザラザラしていて、特に変化はなさそうです。それではバットから取り出してカットしてみたいと思います。周りはかなり硬くなっています。余分な水分はなくなっていますね。色は赤が濃くなり多少変化しましたが、想像よりも変化が見られません。それでは食べやすいようにカットして周りをトリミングしていきます。特に味付けはせず焼いて違いを見てみます。今回も比較するために何もしていない同じブランド産地のお肉を用意しました。左がドライイースト熟成肉で、右が何もしていないお肉です。身が引き締まったのがわかりますね。焼いているとちょっとパンのような匂いを感じます。肉を焼いているのにパンの匂いがしてなんだか不思議です。焼けたのでカットしてみます。やっぱり身が締まっていますね。それでは早速食べてみましょう。いただきます。まずは通常のお肉から味を確かめます。肉自体の旨味もあって、これだけでも十分美味しいです。脂身は少なく噛み応えのあるお肉です。それではドライイースト熟成を食べてみましょう。ちょっとパンみたいな匂いがします。なんだろう、納豆みたいな味がしますね。これが酵母の味なんですかね。味は正直良くなっていません。お肉本来の味も酵母の香りで消えています。硬さの変化ですが、見た感じドライイースト熟成の方が身が締まっています。昆布やぬかみたいな歯切れがいい感じではなく、しっかりと繊維も残っています。全体的に硬くなった印象です。旨味が増して柔らかくなると思っていましたが、ちょっと残念な結果です。もしかしたら温度が低いのでうまく菌が作用しなかった可能性もありますね。乳酸菌とか他のものでも試してみたいです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。ドライイースト熟成肉いかがでしたか？すごくパンが食べたくなったので、帰りにスイートブールでも買って帰ります。自分たちは群馬県前橋市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。前橋には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし前橋に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。